ご視聴ありがとうございます。グラシと申します。ホロタクティクスファントムペインフェイタルエラー。このね、フェイタルエラー。ちょっとね、視界に入れたくないんですよね。強すぎて。ネットでね、検索、フェイタルエラーって検索するとね、まあ、X とか、まあ、いろいろ出てくるんですけど、まあ、やっぱ、こう、目に留まったのが、ホロタクのね、フェイタルエラー。強すぎて、ムカつくっていうね、投稿がありましたね。もう物語ってますよね。本当にね、同じ気持ちです。最後の最後に、持ってきました。ね、できるだけ視界に入らないようにしてたんですね。やられちゃ挑戦してと。ここはパリした方がいいなとか、そういうのもね、考えながら、プレイ動画をね、上げております。プレイ動画だけね、見たいっていうのであれば、全然ね、スキップしていただいて大丈夫なんですけど、気になるね、方がおられるかもしれないので、ステータス画面をね、ちょっと動画で残しておいてあったり、その後にね、もっとこう、早くてね、わからないなというね、もちろん YouTube のスロー、機能もありますが、やっぱちょっと声が入ってね、こういう感じで移動したらどうかなっていう声もね、あったらで何かといいんじゃないかなと思って、声ガラガラになろうが、入れてるっていう感じですね。なんとかね、お役に立ちたいなと思って、まだちょっとフェイタルエラーだけ残ってんだよなっていうのがね、もしあったら、ぜひね、この動画を見て、ね、挑戦していただけたらなと思います。メインアタッカーまで真似する必要はないので、メインアタッカー、自分のね、使いたいキャラを選んで、動きだけね、動きだけ見てほしいんですよ。このキャラクターで越したよとかじゃなくて、動きを見てほしいんです。ちょっと今の段階でね、言うのもちょっと遅いんですけれど、もしかしたらね、このフェイタルエラーから見出してね、いるかもしれないので、やっぱ入れとこうかなと、伝えておこうかなと思いまして、伝えることにしました。このね、漂白者をここまで上げてとかではなくて、皆さんのね、このキャラで倒したいチーム、メンバーでの戦う流れですね。こちらの動画を見て、なんとなくこう動けたらなーっていう感じですね。それでは、そうそうね、長くなってしまいますので、先にね、とりあえずプレイ動画をご覧になっていただきまして、少しずつでもいいので、見ていただけたら、もしかしたら、フェイタルエラーを倒せてるかもしれないです。それでは、その前にですね、今回この動画、ノーヒット動画になっております。フェイタルエラーからの攻撃が一切受けてないです。ステージギミックの HP 上限の 10% 失うっていう部分ぐらいですね。そこのところをね、ちょっと変な、使命感を与えてしまいますが、チェックしていただけたらなと思います。ここ食らってるわって思ったら、全然ね、コメントで教えていただいて、指摘していただいて構わないので、自分が何度も見た感じは、本当に食らってないと思うんですよね。そういうところをね、ちょっとチェックしていただけたらなと思います。それでは、プレイ動画をご覧ください。私の後ろにその盾を解き放て。どうした湖中の線行くぞ。はっはっ逃がさない。静まれ。私の後ろに大グレンゲ行くぞ。知れ。この力使わせてもらう。これも音の力だ。私の後ろに朝日のきらめく霜のごとく湖中の線行くぞ。行こう。静寂
に沈め。私の骨を健全とし監獄よ。古中の行くぞ。これも音の力だ。行こう。その力使わせてもらう。幕開けだ。甘い。私に任せて。行くぞ。行こう。私の朝日にきらめく霜のごとく。古中の羽。行くぞ。ここは冷静に。チャンスはあるはず。静まれ。プレイ動画いかがだったでしょうか。ここからステータス紹介になります。じゃあ再生していきます。まず氷河者ですね。だいたいこんな感じの、バランスですね。クリティカル率に関しては、この後話しますが、57.6% なんですけど、ちょっと平均よりね、低いとは思いますが、ゲージを貯めてですね、消滅のね、漂白者の、この状態中ですね、クリティカル率が 25% アップいたしますので、ゲージを貯めて変化しちゃえば、だいたい80ラインかな。80近くには 25% ですもんね、ここからね。だいたい 80% ぐらいはクリティカル率上がりますので、だいたいクリダメがこんな感じですね。で、お次はですね、武器こちらですね。で、こちらスキルレベルですね。一応全部10にしちゃってます。フェイタルエラー戦前ですね。には10にしちゃってるので、望んでこれでね、よし、これでいこうって感じで、全部10にしちゃってます。倒せてはいたんですけど、気持ちの問題ですね。よし、もう上げちゃおうと。節約したいですけど、もういいか、みたいな感じで、上げちゃいました。で、次が参加で、音階ですね。1体だけ上げてます。まだ育成途中です。で、次がオーバーチュアで、これが全体のステータスですね。そう。可能性は一つではない。で、ベアクシですね。もともとベリーナにつけていた音階をつけています。で、バリエーションで、こちらですね。で、スキルレベルは、だいたいこんな感じです。
で、こちらですね。白紙といえば、まあ、このシーンなので、入れておきました。まあ、理由はそれだけです。と、まあ、こんな感じで、ステータス紹介は終わろうかなと思います。ご視聴お疲れ様です。プレイ動画いかがだったでしょうか。これからですね、プレイ動画をスローモーション、してある部分とか、まあ画面を止めてね、こういうところに注意が必要ですねっていうのをね、お話をしていく動画なんですが、まあちょっとね、このプレイ動画に、出てこなかった攻撃などをね、ちょっと挟んでます。なので、ちょっと動画のテンポがちょっと悪くなっちゃいますが、そこのところはね、ご了承お願いいたします。切り替えるね、エフェクトがありますので、いつの間に変わったんだろうっていうのはね、ないと思いますので、そこのところは安心してください。ちゃんと変わったらね、画面変わってますってちゃんと伝えますので、そこのところをよろしくお願いいたします。それでは再生していきます。まず、白紙の亀さんのスキルと共鳴スキルを使って、漂白者に交代します。で、共鳴スキルを使ってゲージを貯めておきます。で、それから参加のね、共鳴スキルを使って、でも攻撃が来るので、ここで回避します。空中でね、うまくタイミング合わせると、回避ボタン1回だけね、受け付けてくれるんで、空中でもね、回避できるんですよ。で、共鳴解放を使いまして、ここでね、貯めて、突っ切ってね。で、それと同時に、足の攻撃が来るので、回避して、で、次もね、もうほんと雑談交じりの解説になっちゃいますが、このほんと攻撃判定、ほんといらない。で、作業を当ててから交代しますね。で、ハンマーが来るので、ここも回避して、で、またね、この、波紋みたいなね、攻撃も来るので、これも回避します。で、削っていきまして、でも回避しますね。で、そしたら、これも来るので、ここも回避ですね。で、これも回避して、で、これはね、貯めていきます。で、ここも回避して、で、交代して、で、ちょっとね、ここでプレイ動画では出てこなかった動画に入ります。このね、ワープしながらの攻撃が意外と嫌で、このね、で、これもバーンと来ると。で、次も上からドーンと来て、これも波紋が来ると。で、元の動画に戻ります。また画面が切り替わります。まだね、最終ではないんですけど、まだ前半なんですけど、これがね、来るんですよ。で、この時に上にね、まあ結構ね、見てる方はおられると思うんですけど、これね、やっぱ上が安全なんですよ。でもちょっとね、早いんですね。なんて言うんだろう。受付時間というか、すぐ来るので、これは、この動画では、使ってません。避けてます。で、変装スキルで、入れ替えて、攻撃を当てて、ひるむやつが、まあ、この後の動画であるんですけど、この場合は、入れ替えて攻撃を当てても、ひるまないので、障害物の上に乗るか、避けるかどっちかです。で、避けるとしたら、まず下から出てきますね。これをまず1回避けます。で、次、ハンマーが来るので、これが2回目ですね。で、次、波紋が来るので、波紋が先に来るので、それを回避ですね。で、次はハンマーと波紋が重なるので、回避1回で、回避1回分が2つ避けてることになるので、ここで、波紋が来るので、ここで回避です。で、次ハンマーが来るので、ここも回避です。
で、さらにまたあるので、回避ですね。今のが嫌なら、まあもう全速力で離れるか、障害物の、上に乗るか、どっちかです。で、戻ってきまして、で、削っていきますね。で、こちらですね。これがね、ほんと、いやらしくて、何個出てくるんだ ?5 個ぐらい出てるな。1、2、3、4、5。これが、打ち返せるんですけど、3個打ち返して2個ダメージを食らうとか、1個返せたんだけど、残りの4つが全部来るとか、っていうのがあるんです。タイミングで。なので、もしこれになってしまったら、まあ回避がいいかなっていう。これはまあ、動画映えになるかなと思って、一生懸命習得した技になります。技なのかな。で、回避しまして、次ですね。で、この攻撃なんですけど、まあ似たようなね、攻撃だと思うじゃないですか。ちょっとやっぱね、エフェクトが違くて、これ、まあちょっとなんか誘爆みたいな、なんか、ちょっと、ありますよね、これ。これをまあ、なんていうのかな。さっきのやつは、これがないんですよ。だから打ち返せるみたいな。でもこの攻撃は、まあ、打ち返したとしても、全部打ち返すのはまあ、大変なので、まあ回避がいいかなと。まあちょっと戻します。で、これですね。で、絶対、上から来るので、こう山折りみたいな感じで曲がってね、来るので、画面上の上を、まあ、気にして、で、4回避けます。で、ここも、ここでね、打ち返して、で、打ち返すんだけど、すぐね、これが来るんですよ。攻撃がね。なので、打ち返したらもう回避準備ですよね。あ、来たと思ったらもう回避。じゃないと、ここでダメージ食らってしまう。で、回避ですね。ちょっと戻ってます。体力戻ってます。で、なぜ戻したかというとですね、テティスシステムの、この名前ね、フェイタルエラー、テティスシステムの削りますよね。削って、ここですね。手のところですね。テティスシステムの T か。テの手。テティスシステムの T の手のところですね。まで削ると、ひるんで、変形するんですよ。で、この時にですね、表面破壊か。白いゲージね。これを、破壊すると、ブレイクできるんですよ。で、まあ、削りますよね。そうするとね、もうあれが来ないんですよ。わかります？さっき見せた、弾の連続ありますよね。これも今、普通の、状態変化後のフェイタルエラーになってます。なので、これ今、戻りましたね。画面がね。これがね、来ないんですよ。なので、これでどうしても、調子狂ってしまうと。せっかく勝てそうだったのに、泣く泣くダメージを食らってしまう。っていうのが嫌なのであれば、さっきのところですね。このところで、テティスシステムの T のところの手ですね。この手のところ。ここまで削って、なおかつ、強振と破壊できるぐらいのメンバー入れ替え。変装スキルで調節をして、で、まあ、ここまで削るのに、不協和破壊ね、1回ぐらいは使えるはずなんで、それも利用して、なんとかね、100ぐらいの、このバランスですね。このバランスまで持っていって、で、
こういう状態変化の時に時間がありますので、その時にメンバーを入れ替えて、もうこの時からもう破壊しちゃっていいです。強振と破壊しちゃっていいです。もうこの状態でもうブレイクしちゃって大丈夫です。これはちょっとね、削ってますけど、ここまでになる前にもうブレイクしちゃってください。このね、白いゲージをタイミングで破壊しておくと、これが来ないです。まあ、これがやる必要がないんです。でが、まあ、戻ってきまして、ここで入れ替えて、共鳴破壊ですね。これも音の力だ。で、ここですね。今の感じになった時は絶対もうハンマーなので、もう攻撃をね、一旦中断して、もう逃げる準備ですね。回避準備。で、だとね、ハンマー遅くしときました。初動だけね。で、これなんですけど、このハンマーの、これですよね。ハンマーを下ろしました。で、回避します。ハンマーの波紋が広がってきますよね。これ同時に避けてるんですよ。この時は。だけど、だんだん終わりになった時に高く飛び上がりました。でも、ハンマーは来てないけど、このエフェクトは来てるんですよ。これが、ガンってダメージ食らってしまう場合もあるので、ここが、まあ、注意ですね。ここが回避。で、次も上から来るので、回避。感じですね。で、またこれも来るので、ここも回避ですね。まあ、食らったとしてもどうだろう。1万食らうかな。仮面音外のがあれば、まあ半減はできるんで、多分一発ぐらいは耐えれるかなと思うんですけど。で、次が、オラオラですね。オロロロでね。で、こうバーンと、うわ、白。で、したら、まあ、これが来るので、これね、回避して、攻撃してて、パリ狙うんですけど、やっぱね、タイミングがね、合わない。回避にして、仲間をね、入れ替えるっていうやり方に変えました。なんですけど、参加だったら、ここ多分パリできてます。飛ばしてるんでね、白騎士の攻撃は。なので、ちょっと遅れちゃったかなっていう感じですね。参加の場合は間近で出るので、パリできたかなって思います。まあでもね、距離取ることができたので、まあ、どっちもどっちかなって感じですね。で、レーザーが来るので、分解して、で、前方にね、回避して、そうしないと次で漂白者で敵に突っ込むので、間近で出しとけば、もうね、楽に拾えますよね。で、これも回避して、で、その間にね、画面ちょっと切り替えまして、体力はこれぐらいの時かな。まあ、ちょっと早めにやる時もあるかもですけど、またね、このタイミングがあるんですよ。で、これは前半の、さっきお見せしたね、前半の時とは違くて、フェータルエラの真上に出てるんですよ。ね。で、これが何のために出てんのかなって思いません？障害物の上にあるのに、この何なんだろうって思いません？この真上のやつ。自分もなんか気になって、なんだろうこれなんであるんだろうって思ったんですよ。そこにだって飛んだって意味ないじゃないですか。そしたら、これ、まあ当たっちゃってますけど、フィールドのやつはね。これ、使って攻撃をすると止まるんですよ。で、まあこっちのターンに、ね、なるっていう。もしくは、ちょっと面倒だなと
頭上にね、探してたりとか、ちょっと近づくのが面倒だなと。場合は、収装スキルが溜まってる状態で、標的というか、画像にね、フェイタルエラーを、こう、ロックオンというか、映しますよね。そしたら、入れ替えてください。そうすると、同じですから、中断できるんですよ。まあ、もちろん、ここで戦ってて、真ん中で戦っていて、攻撃してた状態で、同じようになったら、攻撃当ててれば、ひるみますので。これはね、前半の最初のね、お見せした、あれとは違うパターンなので、これは中断できます。でも、最初のあれは、変装スキルでやろうとしても、結局なんか発動しちゃったんで、あれは、回避か、障害物の上に乗るっていうのをお勧めします。これはね、中断できるんで。で、戻ってきまして、ちょっとね、このハンマーの長さはカットしてます。で、今ね、ちょっとね、右にね、ちょっと画面を映したの分かります？この右にね、チラッ、これワープした時に、こう右にチラッてしたの、これ、さっきのやつです。ちょっと前のやつで、ワープして、ね、真ん中に来るかなって思ったんですよ。もし真ん中に来てたら、攻撃当てるために、突っ込もうと思ってたんで。だけど、ちょっと左にチラッて見えたから、戻そうと思って戻したっていう感じですね。で、これも、やばいと思ったけど、回避してから、参加を出して、パリ。で、今日は破壊をして、入れ替えて、強振動ブレイクと。で、かわして、で、これが来るので、もう上からね、ドーンって来るので、回避ですね。で、また今度は、ね、爆破が来るので、これも回避ですね。で、もうここでもうやめようと思って、とどめと。ね、表面解放でとどめさせたいなと思って。まあまあ、いいじゃないですか。そういうのも。って感じですね。いかがだったでしょうか？ご視聴ありがとうございます。そしてお疲れ様です。まあ、フェイタルエラー戦の話の前にですね、数々いろいろね、ホルタクの動画を撮ってきました。まあ、ファントムペインだけでもものすごい、数です。それだけ時間をね、使っております。まあ、せっかくなのでね、その攻略する、倒すまでね、を取って、それを、まあ、見返して、これが参考になるかどうかをね、見定めて、まあ、これなら大丈夫だろうと感じで、それを動画を選んで、で、それをそのままつけるタイプと解説パートっていうのを分けて、作ってきました。まあ、動画を見てね、まあ、こんな感じの流れでっていうね、動画にしてきました。まあ、なのでね、変装スキルの発動タイミングとか、強振動破壊、ダウンさせるタイミングとかっていうのを、まあ、できる限り、ね、参考にしてもらえたら、まあ、もしかしたら、まあ、こせる、倒せる、もしかしたらね、倒せるんじゃないかなと思っております。まあ、キャラクターによってね、やっぱ動きは違うし、そればっかりはまあ、しょうがないです。うん。まあ、ただね、キャラクターを入れ替えるタイミングとかは、まあ、多少なりとも、近くはできるはずなので、そのタイミングで、強振動破壊をする。まあ、もしくは、強和破壊をする。それでね、だいぶ、倒しやすくはなるんじゃないかなと思います。数々ね、ホロタクティクスやってきましたが、強和破壊ね、新しく導入。途中からされたんですよね。全員やる前から、フ
ファントムペインに入る前かな。そうだな。まだ教習、プロタク教習をやり出してた時に、そのシステムが導入されてやってきました。そこからね、ファントムペイン、フェイタルエラーまでやってまいりましたが、倒しやすくはなった後はちょっとは言いづらいな。まあ、そのね、システム導入されたことで、まあ、ちょっと倒しやすくなったような、なってないようなって感じなんですよ。まあ、自分からしたらね、ここまで全部結構ね、倒し尽くしてきましたが、このタイミングで、やると戦闘不能にね、できる。だけど、不協和破壊できるタイミングなんだけど、動きが止まらないみたいなね、そういう時があったりとか、まあ、それも仕様なんでしょうね。まあ、そこでね、共鳴値かな。白いゲージね。それが、ゼロにできれば、ね、動きは止められるんですけど、それが減らない仕様だったりするんですよ。まあ、バグって言っていいのかどうなのかっていうのは、おそらく、言いづらいというか、まあ、違うかなっていう。多分ね、減らないようになってるタイミングっていうのがあると思うんですよ。おそらくですが。そこも難易度の一つなんで、まあ、それはちょっと受け入れるしかないかなって僕はやってて思いました。ずーっとね、白いゲージがね、ゼロにできないかっていうわけではないので、このタイミングからここまでっていうね、仕様なら、まあ、しょうがないかなっていうのがね、ありますね。ケルピーですね。ケルピー戦ではね、せっかく不協和値、その不協和破壊をね、導入したにもかかわらず、なんであれだけ、一回もできないんですよ。あれ。なんであんな仕様にしたんだろうなっていうのは、ちょっとありますけどね。まあ、なのでね、うちの、この解説パートも見て、全部、クリアしちゃいましょう。フォルタク。ファントムペイも含め、その前のね、フォルタクも含め、全部、取っちゃいましょう。称号をね。もし取ったら、ね、ここまで最後まで見てね、くれてるかは、まあ、置いといて、すべて、クリアしたら、もらえるね、称号があると思うんですけど、それをね、つけといてください。たまにね、マルチは別にしないんですけど、まあ、なんだろう。まあ、誘われればかなっていう感じなんですけど、たまに見てるんで、マルチの、募集欄みたいな。見て、字が、ステータス画面というか、プロフィールのなんか多少出るじゃないですか。プロフィールのなんか、よろしくお願いしますみたいな。そういう部分を見てね、たまに面白いのがあるんで、笑ったりしてるんですけど、そこにも、漂白者のね、すべてコンプした、称号だったり、貫突したね、ガチャのキャラを貫突した称号だったりで、おー、すごいなーって思いながら見てるんですけど、それをね、一色、上から下まで全部、ファントムペインの、称号、全部、してるのを見たいですね。そうしたらもうそれをね、動画に撮って、名前をモザイク入れて、すげーって言って、それをね、X で、流しますから。投稿しますから。それをね。ぜひそれ一回はやってみたいね。誰でもいいから。とにかくね、それをつけといてもらって1週間ぐらい。1週間でもない。まあ、3日4日。まあ、2、3日ぐらいつけといてもらって。で、たまたまね、見たら、それをね、スクショして、X で、出しますから。いや、絶対面白いと思うんですよね。まあ、運営のね、びっくりすると思いますよ。マジかよって絶対びっくりしますから。全員これみんなクリアしてんのなんでってなるから。絶対、面白いと思うんですよね。次回はですね、無双者でしたっけね。学園か。統治学園の。あれも攻略の視野に入れてます。
まあ、とりあえず、フェイタルエラーと同じメンバーで挑戦中です。まあ、ベリーナじゃなくても大丈夫かなとは思うんですけど、どうしても、まあ、火力不足だったり、どうしてもなんかダメージがタイム追いつかないなーってなったら、まあ、ベリーナにしようかなと思ってます。まあでも、とりあえずは、白紙もね、早く溜まりますので、まあいけるんじゃないかなとは思ってます。この3人でね。白紙と、解説になっちゃうかな。起動でちょっとやったりはしたんですけど、ちょっと、やっぱサポート系なんでね、メインアタッカーかって言われると、起動漂白者はちょっと、あれかなって感じなんで、まあなんとかちょっと解説、漂白者でクリアしたいなと思ってます。まあ、それもね、また、楽しみにね、お待ちください。それでは、終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは、ごきげんよう。